こんにちは、スマイフののぶです。ついに Apple Intelligence が日本でも使えるようになりましたね。6月の発表からすごく長く感じました。Apple の最新の技術 Apple Intelligence はユーザーの使い方を大きく向上させる画期的な機能が満載です。今回の動画では Apple Intelligence の中から特にすごい機能を7つを厳選してご紹介します。これを知っておけばあなたの iPhone や iPad がもっと賢くもっと便利になることが間違いなしです。それでは早速見ていきましょう。Apple の新しい作文ツールは文章作成の面で驚くべき進化を遂げており、誰でも簡単にプロ並みの文章を作れるようになっています。このツールは文章を要約したり、異なるスタイルで書き直したりする機能を提供しており、日常の仕事やプライベートのシーンで非常に役に立ちます。例えば、サファリでニュース記事を読んでいて、時間がないから要点だけが知りたいと思ったとき、この文章ツールが大活躍します。やり方は簡単で、ウェブページをリーダー表示に切り替えると、ページの上の方に要約するっていうボタンが表示されるので、ここをタップするだけです。この機能により、長い文章を読むのが苦手な方でも、効率よく重要な情報を把握することができ、同じくメールにも要約機能があるので、忙しい時に要点だけ知りたい時にはすごく便利です。そしてこの文章ツールはメモアプリやメールアプリで文章を作成した後、スタイルを簡単に変換できる機能も非常に便利です。例えばここにあなたが書いたメモやメッセージがあるとします。そしてこのフレンドリーをタップすると、友達感覚の話し言葉に書き直したり、またはこのプロフェッショナルをタップするとビジネス文に書き直したりと、ボタン一つで AI が文章を理解して適切な文章に書き換えてくれます。また文章をまとめて読みやすくする簡潔や正しい日本語で訂正してくれる構成など、要約機能と文章スタイル変換を駆使して誰でも簡単に魅力的な文章を作成することができるようになっています。さらに一から文章を書いたりメールの返信を書くのに悩むことは、チャット GPT を同時に駆使することでその悩みを解消することができます。例えばこのメールの返信に悩んでいるときに作文ツールを表示させて下の方の作文をタップします。するとチャット GPT につながるウィンドウが開くので、メールの文章を理解し自分で返信メールを書いてくれます。すごく簡単でしょ？もはや文章を書くことに悩む必要もなく、シーンに合わせた適切な文章を瞬時に作り上げることができるため、時間の節約にもなり、仕事やプライベートでのコミュニケーションが格段に楽になります。新しい Siri は Apple Intelligence と連携することで、より高度な質問にも答えられるようになりました。例えば、Hey Siri、日本の時刻を教えて。イタリアは？アメリカは？と感じに時間のことを話したら、次の問いに関しても時間のことだなと感じ取り、毎回時刻を教えてと言わなくてもよくなりました。このように Apple Intelligence になったことで、会話の流れを理解して答えを返してくれるようになります。また Siri を呼び出す方法が追加されました。多くは Hey Siri と呼びかけるか、サイドボタンやトップボタンを長押しで Siri を呼び出していたのですが、進化した Siri では画面下のバーをダブルタップするだけで即座に起動し、文章で Siri に質問や指示をすることができます。噂では今年の OS アップデートか来年のアップデートでさらに Siri が進化するらしいので、もしかしたらこれからの生活に欠かせない存在になるかもしれないですね。新しい機能のビジュアルインテリジェンスは
画像認識力が大幅に進化し、写真に写っているものを瞬時に理解できるようになりました。これにより日常の中でカメラを使う際の利便性が格段に向上しています。ただ残念なことにビジュアルインテリジェンスは今のところ iPhone16 シリーズにしか対応していないのでご注意ください。まずビジュアルインテリジェンスの起動方法は、アクションボタンに割り当てるかカメラコントロールを長押しすることで起動することができます。またコントロールセンターでも設定ができるので好みの方法で起動してください。では例えば料理の写真を撮ると iPhone はその料理が何であるかを瞬時に識別します。以前のバージョンでは文字の認識が主な機能でしたが、今は被写体を認識することができるようになっています。そのおかげで質問をタップするとチャット GPT が起動して識別した被写体の説明が入ります。さらに質問できるようになるので、例えばレシピを教えてと質問するとこんな感じに料理のレシピを教えてくれます。今度は検索をタップすると Google で画像検索が始まり、その結果が表示されます。 Google レンズに近い使い心地ですかね。またこんな感じに多言語を映すことで画像内の文が自動で翻訳できたり、イベントのフライヤーを映すことでスケジュールをカレンダーアプリに登録することもできます。 iPhone16 のビジュアルインテリジェンスは写真を通じて情報を深く理解し、ユーザーにとって有益な情報を教えてくれる機能です。これにより日常的にカメラを活躍するシーンがさらに便利でインタラクティブに進化し、私たちの生活がより豊かになります。次の新機能はクリーンアップです。旅先で美しい写真を撮影したのに背景に観光客が何人も写り込んでしまった、こんな経験はありませんか？せっかくの風景が台無しになってしまうと、もう一度撮り直すのも難しく諦めるしかないって思ってますよね。ですが新しい機能のクリーンアップを使えば、その映り込んでしまった人たちを指でなぞるだけで簡単に削除できます。 AI が自動的に背景を保管し、まるで最初から誰もいなかったかのような写真に仕上げてくれるのです。例えばこんな感じにビーチで写った写真に知らない人が写り込んでしまった場合、編集をタップしてクリーンアップをタップします。あとは覗きたい箇所をペンで囲むかなぞってあげるとパッと削除されます。砂浜や波の流れを自然に再現し、違和感のない仕上がりになってますね。このクリーンアップ機能を使えば写真に余計なものが写ってしまっても安心。ワンタップで不要な部分を削除し、美しい仕上がりに編集できるので、誰でも簡単にプロ級の写真編集が可能になります。今まで絵文字といえば、すでに登録されている絵文字を選んで使っていましたよね。でも、こんな絵文字があったらいいのにって思ったことありませんか？そこで使えるのがジェン文字なんです。この機能を使えば、例えばこのメッセージの後に猫の子供が座布団の上で寝ているような絵文字が欲しいと思ったら、絵文字を開いてキーボード右上のジェン文字をタップします。するとプロンプトの入力画面が出てくるので、猫の子供が座布団の上で寝ていると入力して完了をタップすると、こんな感じに AI が絵文字を作ってくれます。あとはお気に入りの絵文字を見つけるまで横にスワイプすると次々と類似の絵文字を作ってくれます。既存の絵文字にはないあなただけのオリジナルの絵文字なんです。ただ作った絵文字は現時点では Apple 純正のアプリのみで使えるため LINE や Instagram などの外部アプリでは使うことはできません。ただあくまでも現時点での限定であり、将来のアップデートで外部アプリでも利用できたら嬉しいですよね。写真から簡単にイラストが作れる新機能、イメージプレイグラウンドです。例えばペットの画像をもっと個性的にしたいと思ったことはありませんか？写真のまま使うのもいいんですが、もう少しおしゃれにしたい、
アニメ風のイラストにしてみたいと考えたこともありますよね。そこでイメージプレイグラウンドを使えば手軽に簡単にできます。アプリを開いて右下のプラスをタップして写真を選択するだけです。あとは AI が自動的にイラストを生成してくれるので、スライドして好みのイラストを選択するだけです。さらにいろいろなテーマをここから選んでイラストを調整することもできますし、もちろんここでプロンプトで指示してあげてもイラストの調整をすることができます。もう絵が描けなくても大丈夫です。写真をアップロードするだけで誰でもアーティスト気分になれる楽しいイラスト制作アプリです。絵を描くのが苦手でもイメージを形にできたらいいなって思ったことはありませんか？そんなあなたにぴったりなのが今回の画像マジックワントです。この機能を使えば簡単なスケッチやラフな線画をもとに高品質のイラストの画像生成ができるんです。これまではプロのイラストレーターやデザイナーにしか作れなかったような画像も誰でも簡単に作れる時代がついにやってきました。使い方はとっても簡単。Apple 純正のメモアプリでマークアップツールをタップして簡単に落書き程度のラフな絵を描きます。そしてこのマジックワンドツールでラフ画を囲むとプロンプトを要求されます。今回ラーメンを描いたのでプロンプトにラーメンと入力して決定するとこんな感じに描いたイラストをもとにラーメンの画像が生成されます。ちょっと斜めにイラストを描いたので生成された画像も斜めになってますね。で、この生成された画像のラーメンでは麺しか描画されてなくて少し寂しいので、さらに新たなプロンプトでチャーシューと指示してあげると再度画像が生成されてチャーシューを載せた画像ができます。こんな感じに絵が苦手な方でも簡単なスケッチをするだけで驚くほどのクオリティの高い画像を生成することができる機能です。というわけで今回は Apple Intelligence のすごい機能7つを紹介しました。今回紹介した中で皆さんがこれは使ってみたいと思ったものはありましたか？コメントでぜひ教えてください。どれも非常に便利でこれからの iPhone や iPad ライフがさらに快適で楽しくなることは間違いなしです。この動画が役に立ったと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。またね。バイバイ。